こんにちは、木村直樹です。セブンアーティサンズのレンズを僕は全部持ってるんですけど、全部っていうか一通り持ってるんですけども、この間 35mm 紹介したと思うんですけど、25mm の方を、紹介しようかなと思います。で、25mm ってセブンアーティサンズのこのタイプのシリーズって APS-C 用とマイクロフォーサーズ用っていうのがあって、X マウントのやつを僕は持ってるんで、APS-C で言うと、その前の動画で紹介した 35mm が標準画角で、25mm はなんて言うんですかね、25mm はちょい広角で、ちょい広角だからフルサイズでいうところの 35mm みたいな感じで、結構使いやすいんですよね。ちょっと僕はここにレンズフードを別売りのやつをつけちゃってるんであれなんですけど、取れないな、きつくやりすぎて取れなかったな。これを取ると、外観はやっぱりその金属製でかなりいいと。でこのリングのあたりも、このリングの滑らかさとかも別にデザインとしてはもう単純にもう黒と、シルバーもあるんだけど、シンプルですごいいいかなって思います。で多分セブンアルティサンズっていうメーカーなんだけど、ヘインジアとかっていう中国のメーカーあって、多分基本的には作り方もしかしたら一緒のやつかもしれないです。これ OEM してそうですね、いろいろ。で今気づいたんですけど、もしかしてここちょっとネジとか取って分解すると、これ X マウントなんですけど、マウントここだけ変えれば変えられるような作りになってそうな気がしますね今。そのフランジバックの調整とか必要かもしれないですけど、でこんな薄いんですよ。で 35mm とじゃあ比較してみると、35mm と同じぐらいで、もうサイズ感っていうのはもうめっちゃちっちゃい。だからもう基本スナップに取るような感じで、この絞りリングが 35mm と形違うんですよね。絞りリングの形が 35mm の方とちょっと違うんですけど、この2つ揃ってるとなんかちょっと楽しいなと思う。その時と場合に応じてその単焦点を使い分けるっていうことをこれで習得するのはすごいいいんじゃないかなと思う。ちなみになんですけど、 50mm は 55mm っていうの F1.4 っていうのもあって、これは少し長いですね。少し長いですね。こんぐらいの差があると。で基本的にこのレンズフードはつけなくてもちょっと映る見ましょうか。でなんかそのめちゃめちゃいいレンズではないけど、その F1.8 で 25mm でちょい広角で別にそのオールドレンズみたいな感じだと思ってください、映り方とは。でただその取り立てってその解像度とかあると思うんですけど、湾曲収写とかちょっとあると思うんですけど、それは後で言うとして、このフードもつけて僕は使ってるんですけど、その理由はなんか特にないです。 T3 とフードをなんかちょっとつけてみたいなみたいな、四角いフードってかっこいいなみたいな、それだけで。T3 につけた時にちょっとケージでついちゃってるんであれなんですけど、サイズ感としてはだいぶいいですよね。この薄さってところでちょっと T3 の方がでかいかなみたいにはなるんですけど、 E3 とかの方が合う感じ、もう少し小さいカメラの方が合うかな。だからプロ3とか T3 とかだと少し H1 とかだと少しそのレンズの方が小さくて、バランス的には別にそこまで良くないかなって、 E3 が最も合うかなっていう感じは僕は使ってる時はしてたんです。でその T3 につけた時になんかこのレンズがちっちゃいなっていうんで、なんかこうフードでもつけてみるかなみたいな。その基本その性能良くないレンズってフードつけるといろいろ改善することがあるなっつうので、なんかちょっとつけてみるとこれいい感じだなみたいなっていうのと、あとそのこれも金属製のホルなんとかっていうメーカーのやつなんですけど、あとリンク貼っとくんですけど、これフードいいんですよ。これなんていうの、なんていうんですか、普通にネジで締めてこう止めるじゃないですか。でここピシッと傾きがいい時になったら今度こっちのネジを締めるんですよね。とかっていう方法なんですけどね。ちょっと写りを少し見てみましょう。で写真で見るのもいいけど、ちょっと動画で見てみましょうかねっていう感じですね。はい、ちょっと軽く撮りながら見てみましょうか。ちょっと広いちょい広角なんで、もうほんとスナップにはだから使いやすいかなっていうのがあるんですね。で逆光の時は別に何も問題ないですね。何も問題は起きないです。
でこれフード開放1.8なんですけど、ちょっとこの辺の紫みたいなやつがちょっとくるけど別に問題ない。でちょい広角だから、もしかしたらこれハンドヘルドでも手ブレ補正なくても結構使いやすいかもしれないなっていうのは思うっすね。まあこういう感じですね。なんかね、まっすぐのところのコマ周差みたいなやつは多分ちょっと湾曲あるんですよ。ほら少しこう書いちゃってると思うんですけど、この棒が少しこう、だから少しこう湾曲するっていう、湾曲周差っていうのがあるかなっていうのはあります。でそれのレンズ補正データとかもないんで、だからしっかりした高解像度のものを撮りたいとかっていう時にはこういう網とか撮ると多分分かると思うんだけど、ちょっと来てますよね。そういう広角だから少しの歪みはありますよっていうところと、でそれの補正することがライトローブでもできませんよってことですね。手動でやるんだったらいいけど、手動でやればまあできるっちゃできるんですけどね、自分で分析して。ちょっと写真の方も撮ってみましょう。まあまあだからなんつうんだろう、カフェとか行った時にそういうとこのスナップとか撮るのとか便利ですよね。F1.8 だから、まあ F1.8 って別にそこまでめちゃめちゃ明るいっていうわけじゃないですけど、まあそんな問題ない画角だと思うので、こうサクッと撮った時にやっぱり F1.8 だからちょっと APS-C でも良いまあまあな感じでボケてくれるんで、ちょっとこう明るくなるとコントラストが下がるですね。逆光の時に開放とコントラストが下がるかな、少し。でこうちょっと紫のハレーションがくるような感じですね。でもそれ以外はもう全然問題ないっていうか、すげえいいなっていう、この値段で。まあマニュアルフォーカスだけですけどね。でもオールドレンズみたいに使えるってことで、それとこれ僕はなんかこっちと見分けをつけたいなっていうのとか結構似てるんで、なんていうんだろう、逆に T3 につけるときは少しこうもう少し大きいレンズであるっぽい方がバランスいいかなとかって思ってちょっと試しに買っただけなんですけどね。結構気に入ってます。はい、いかがでしたでしょうか。セバンティさんの 25mm の、まあ紹介というかでした。なのでこのシリーズ1万円から2万円なんですよね。で 35mm と 25mm は結構安くて、50mm も確か結構安いんですよ。これ 1.4 なんですけど、僕は一通り60mm のマクロだけは持ってないんですけど、一通り全部買ってみて、まあワイドになればその分普通にこう湾曲してくるっていう感じなんですけど、まあこれはフィッシュアイなんですけど、でフィッシュアイなんか周辺のね解像度とか全然良くないんですけど、その広い感じで撮れるっていうフィッシュアイで2万円なんて最安値なんで、単焦点を使って見て、それでどういう感じかっていうのを多分体得してから純正レンズとかに行くべきだと思うんですよね。でフィッシュアイって最初楽しいけど実は結構使わないじゃんとかあるんで、慣れたらもう別にいらないじゃんみたいなところもあるんで、あとまあ一応これ 2.8 なんだよ。3.5 とかやればまだいいんですけど、この 12mm のワイドもなんか持ってないと欲しいんだけど、あったらあったで、まあでも 12mm もまあ使いやすいっちゃ使いやすいです。ただその周辺は3たったらもので、だからオールドレンズだと思って買った方がいいです。オールドレンズのなんつうんですか、こうオールドレンズって買うときにいろいろリスクあると思うんで、曇ってたりとか傷ついてたりするやつとか、バルサムとかね、写真じゃ分かんないんではっきり言って、だから低のいいオールドレンズだと思うっていう認識で買うとすごいいいと思います。でさほどオールドレンズって感じかな。でちなみにこれ 35mm の時に言い忘れたんですけど、背景が点光源の時はリングボケになります。リングボケっていうのは
ボケの周り、ボケがこう、例えば、なんていうんですか、点光源があったとするじゃないですか。イルミネーションとか。で、その時に、そのイルミネーションがボケてる周りに、こう枠がついちゃって、だからボケがうるさくなるんですよ。だからそこはちょっとね、イルミネーションバックでポトレ撮るときは、イルミネーション暴れますよっていうのがあります。だからそういう、ボケが秀逸とかはないです。ボケが問題ないっていうところで、多少流れてても、そんなにいいボケだなって、普通にいいボケだなってんで、なるけど、たまにそうやって問題が起きる可能性があるっていうところと、あと、まあ値段相応で、まず便利に使えるレンズっていうところですかね。で、作りがいいから、その分は、得かなっていうのはあります。だから、このマニュアルで撮影するスタイルを、ちょっと、楽しむっていう、撮影を楽しむっていう方向性で、オールドレンズを使うみたいな感じで集めるのはすごいいいと思います。で、オールドレンズって何買ったらいいかとか、そんな F 値こんな明るくなかったりするじゃないですか。1.8。まあ、1.8だったらあるか。とか、マウントアダプターつけるとかの、その手間がない分、これはいいかなって思います。そこまでめちゃめちゃ個性的なレンズじゃないんですよ。だから、なんていうんですかね。基本的に揃えとくと、まあ、無難な時にいいと思います。はい。で、F 値が明るいから、ぼかしやすいっていうところで、一番最初買う時に、下手したらキットレンズ買うよりも、こっちの方がいいかもしれないですね。オートフォーカス使えないですけど。だからまずこのキットレンズ、まずレンズキット買うのって結構、まあ5万、3万円ぐらいするじゃないですか。15、1855?1855。1855だからもしその T3 と一緒に買うんだったらなんかその一応手ブレ補正が一応使えるようなレンズを持っとくのっていう意味でこれ1855買ってもいいかもしれないんですけど T4 とか H1 最初から買う人はまあズームが必要っていう理由じゃなければもしかしたら単焦点もうボディだけ買って単焦点これもう1万円ちょっとで始めちゃった方がいいかもしれないですね。で時を待ってもっといいもうレッドバッジとかにいきなり行っちゃうとかっていうのはありかなと思います。あんまりこのレンズキット僕はそんな好きじゃない。F 値暗いんで。で、ここはやっぱりね、APS-C だと、まあこれフルサイズでもそうなんですけど、F4 とかだと意外にボケないなっていうの結構あるんですよ。だから、ここボケてほしい時になんか意外にいかないよねっていう時あるんですよね。そういう時に、やっぱり F 値はね、なんつうんですかね、明るい時の方がいいっす。まして APS-C なんで、実は暗所弱いですよ、やっぱフルサイズと比べて。ちょっと薄暗い時とか。ノイズ乗ってくるんで。まあ別にそれ修正できるんですけど、仕事の時とかは。ただ、最初のに買う戦略としては、いきなり単焦点買うっていうのはありと思います。安い単焦点買うっていうのはありと思います。というわけで、まあ 25mm の紹介でした。で、まあ順番にまたやっててもいいかなとは思うんですけど、もしかしたらそんな重要ないかもしれないんで、レンズのレビューって。ちょっとまた、機会があったら全部他のも。まあ、個人的にはそのレンズは全部レビューしていきたいんですけど、色のね、出方の比較とかでもそこまでするとちょっと大変なんで、まあそんな感じで、25mm のレビューでしたっていうことですね。で、なんかもしわかんないことあれば、コメント欄で、コメントください。で、そしたらそのコメントに答えて疑問を多分解決すると思うんで。もし買ってるの迷ってるっていう人いたら、そうだな。F1.8 はそこまでなんか持ってて、いいみたいなのはないっす。その 35mm の方がいいと思います。おすすめ度的には。なんでかっていうと、標準の画角で F1.2 っていうのが体感できるっていうメリットがあるんです。F1.2 はだから楽しいですよ、やっぱり。撮ってても楽しいし、薄いな。やっぱ薄いな。APS-C でもそれは思うんで。35mm で F1.8 って結構なんか普通なんで、普通ってまあその程度よくぼかすにはいいんですけど、なんかそこまでめっちゃすごいっていうのはないんで、僕はそのムービーで一応全部勉強、そのスーパー35mmサイズでどういう画角なのかっていうのも覚えるためにも一応全部揃えてるんですけど、そういう用途じゃなければ、まあスナップでねちょい広角欲しいっていう、そしたらねもしかしたらねXF のね 23mm の F2 シリーズとかを買っちゃった方がいいかもしれないですね。うん。一応オートフォーカス使えるし、でスナップの時ってオートフォーカス使えた方が楽なんで、まあ昼間だったらね F8 にしようって全部無限にしとけばいいかもしれないですけど、っていう感じかな。まあ F1.8、23mm の XF の 23mm の F1.4 確かあった。いや F2 があったはずなんで。あれもいいと思うんだよね、結構。
というわけで、セブンアルティサンズの X マウント F1.8 の紹介でした。よかったなと思ったらサブスクライブ、それからご質問ありましたらコメント欄でグッドボタンも押してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。という感じで、今日の撮影カメラはですね、ルミックス GX8 足すアイフレックスシネゴンの F2 16mm でした。それではまた。